今週は日本のスーパーが恋しいスウェーデン在住夫婦の1週間分の買い出しに密着。日本のスーパーと違いすぎるスウェーデンスーパーの紹介や、インフレが進む中での気になる食費やそれぞれのお値段もたっぷりご紹介です。ぜひ最後までご覧ください。世界中が急激なインフレに悩まされる中、スウェーデンでも最新の9月の統計ではとうとう物価上昇が 10% を超え、食品に関しては 16% 以上値段が上がっているんです。正直買い物に行くのが怖いなぁと毎回思うんですが、1週間に一度まとめ買いをするという私たちのルールでやってきたのはウィリースというこちらのスーパー。スウェーデンの三大スーパーと言われる理由は後ほどご紹介しますね。まず最初にスウェーデンのスーパーにあって日本のスーパーにないものが見えてきました。皆さんこちら見たことありますか？これは缶やペットボトルが換金できるパントと呼ばれる機械。換金といってもスウェーデンでは飲み物を買うときにドリンク代とは別に容器代を先払いしなきゃいけないルールなので、そのデポジット料金を戻してもらえるという場所。つまりペットボトルなどはスーパーなどで返却しないと損をする仕組みになっているんです。ちょっと変わってるけど面白いですよね。そんなこんなで85本を返却すると計101クローナ、1300円以上が戻ってきました。このバーコードは後で使うとして、まずはセルフスキャナーを取っていきます。そしてここでゲートをくぐったら1週間分の買い出しがスタートです。まずスウェーデンのスーパーにはあるあるなんですが、入り口からほど近いところに必ずパンコーナーが設置してあります。1週間分の食材を買うつもりの私たちにとっては柔らかいパンコーナーが最初に来るのは正直微妙なんですが、とりあえず朝ごはん用のパンをここでゲット。スウェーデンの国民食ソーセージと一緒に食べるホットドッグ用のパンや、みんなが大好きなハンバーガーのバンズも大量に置いてありました。そしてスウェーデン人みんなが大好きな甘い焼き菓子コーナーも結構充実しています。いろいろあるよ。美味しそう。クロワッサンも美味しそう。その横のクッキーコーナーはこんな感じ。スウェーデンのクッキーってどれもすごく美味しいので今度ご紹介しますね。ダイジェスティブクッキーあった。2つ買うと50円引きのキャンペーンが行われていたこちらの全粒粉のビスケットも2つゲットです。ちなみにこんな感じでスキャンしたものはカバンやバッグに直接袋詰めしていきますよ。これが好きなんだよね。これも美味しいんだよね。ごまのやつソルティの味がします。北欧ではライ麦のヘルシーなタイプの硬いパンも長く保存できたり食物繊維が豊富で栄養価が高くとても人気です。これで多分5枚入りとかなんですが、ご覧の通り結構大きいので手でパリパリ割ってバターやチーズなどと一緒に食べます。これはいつまで持つんだろう。2023年の7月だから1年ぐらい持ちます。続いて野菜コーナーです。常温で売られている野菜は結構大胆にドバーッと陳列されているのが特徴。1個がいくらと決まっているものからキロ単位がいくらという売られ方もあります。この時キュウリは1本170円ぐらいで売られていました。ちょっとアボカドいつもよりちょっと高いんですけど、お得でも何でもなかったんですが、タコスのために1つだけ購入。その横のキャベツは1キロだいたい500円ぐらい。リンゴはいつも青リンゴ買うんですが今は高いのでちょっとやめときます。バナナ買おうかな。でもバナナ安くなってるから。スウェーデンはこうやって好きな分だけ買えるので1本からも買えます。こういった玉ねぎも1キロ2キロ分が袋詰めされているものもあるんですが、量り売りの方がフレッシュで安いことが多いので、ここから必要な分だけ袋詰めをしていきます。今
今これを入れたやつを、量りの機械なんですが、こんな感じで写真で分かりやすくなっているので意外に簡単ですよ。そしたら、ここから出てきました。これも100円ぐらいかな。ということで次はスウェーデンならではのあるコーナーの紹介です。ここから後半戦。チャンネル登録がまだの方がいたらぜひよろしくお願いします。スウェーデンでは金曜日にみんなタコスを食べるという習慣があるので、奥までずらっとタコスコーナーが広がっています。住み始めた頃はなんで北欧でタコスが国民食と疑問だったんですが、今では週末だと感じられるご褒美ご飯に変わりました。で後ろ側、これが美味しいかは別として、日本、韓国、インド、中国、タイなどアジア系の調味料であれば結構何でも揃うので、このコーナーも重宝しています。どうですか？キムチとか、あとお醤油ももちろんあるし、見て、キユーピーのマヨネーズがいくらなんだろう。これ高すぎ。今見えてる棚全部コーヒーです。最近知ったんですが、北欧はコーヒーの消費量が世界のトップクラス。フィーカというコーヒーを1日に何度も飲む習慣があるっていうのもあるんですが、スウェーデン人のコーヒー愛はとても強く、家で沸かすコーヒーもすごくこだわっているっていう人がほとんどなんです。とは言っても、インフレの影響でコーヒーの値段が最近ぐっと上がって平均 50% ぐらい高くなっちゃったので、飲む量をちょっと減らそうかなとも思っています。この右側のカラフルなコーナー、何かお分かりですか？正解はお米。私たちがよく食べるのはミルクがゆ用に使われる粘り気があるタイプのお米。日本米がないのが残念ですが、スウェーデンでは料理に合わせてお米を選ぶので、日本では見ないようないろんな種類のお米も買うことができちゃうんです。次にやってきたのが特売品が並ぶこちらのコーナー。この時は豚のブロック肉がかなりお安くなっていたので、すかさず購入です。スキャンした時にグラム数×キロ単位のお値段で勝手にこの商品の値段を計算してくれます。そしてハムとベーコンが並ぶこちらの冷蔵庫からは、2個で買うとお得になるこのベーコンもゲットしました。ここはいろんなソースが売られているコーナーで、その横には魚コーナーね。あんまり大きくない、たったこれだけです。魚コーナー。スウェーデンでは激安スーパーと言われるウィリーズ。でも生のお魚が全く売られていません。お肉コーナーは結構充実しているので、魚コーナーも作ってと切実に思うんですが、皆さんのスーパーの選ぶ基準やこだわりなどがあればぜひコメントでシェアしてくださいね。ヨハンが手に取ったのは何キロぐらい？それは2キロ？すごいね。これをね、小分けにして冷凍します。たまに買えます。ここからスウェーデンスーパーの最大の見せ所、乳製品コーナーをお見せしていきたいと思います。早速ヨハンが気になっているのは1キロ900円ほどのこちらのチーズ。癖も強すぎずとても食べやすいチーズで、薄くスライスしたものをパンの上に乗せていただきます。お肉と同様チーズも大容量で買うのが一般的で、こちらは 700g ですが、普段買っているチーズはだいたい2キロ以上の塊で購入しています。そうそう、こんな感じ。また2個買うと安くなるディールでモッツァレラチーズも2つゲット。ではチーズが並ぶこちらの冷蔵庫も覗いてみましょう。5年近く住んでも食べたことないチーズもかなり多いんですが、とりあえずよく買うのはこの粉チーズや、さっき買ったモッツァレラチーズ、フェタチーズに歯ごたえと塩気が最高なグリルチーズもこのセクションでよく買っています。そしてまた別の冷蔵庫には柔らかいタイプのチーズと白カビや青カビ系のチーズ、
デザートチーズも置いてありましたよ。これください。なんていうの、チーズ、ソフトチーズもあって、直接パンに塗って食べられるこのソフトチーズは皆さんにもいつか絶対試してもらいたい一品です。最後に王道のナチュラルチーズを抜けると、じゃあミルクとあとクリームフレッシュも買いましょう。そうだな。Small one? あとミルクもいつもこれを飲んでます。ドルメリエリーってやつの。やばい、もう1000超えちゃった。乳製品だけで500種類以上あるので全部はご紹介できなかったんですが、買い方のポイントとしては、できればローカルで生産されたものを選ぶこと、あとお得なキャンペーンがあればそれを買ってみて、新しいものに時々挑戦するようにしています。買いたいやつなんか開けます。ほい、ひびとか入ってないから OK。 あとスウェーデンは生卵が食べられる数少ない国の一つ。スウェーデンの人にはびっくりされるんですが、私もよく卵かけご飯をいただいています。で、ちょっともう充電ないんですけど、今見えてるのが冷凍食品コーナー。ここまで見て、あれ、お惣菜コーナーはどこって思った方いますか？そう、このスーパーにはお惣菜が一切置いていないんです。広い店内を歩いてヘトヘトになった後は、何か出来合いのものが買えたらいいのにって毎回思いつつ、急いで愛犬が待つ家の方へ戻ります。これからセルフスキャンで会計をします。あ、そうそう、さっきリサイクルした時のレシートをスキャンすると、今回の合計金額は1061クローナ、日本円で1万4000円ぐらいでした。 Long receipt. すごい。何点買ったかな？ How many items? It doesn't say, no? 75、55点買いました。で、これをここにピッてすると開きます。Ready? ピッという感じで、もうそのまま帰ります。よかった、間に合った。もう充電が多分 1% しかないんですけど、ということで皆さんありがとうございました。またねー。ヘイドー。Hey, do. Hey, do.